こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回なんですけども、タイトルにある通りですね、トイレのカセットフィルムがちょうどですね、交換時期のサインが出て、交換しないといけなくなってるんですよ。なので、初めての交換作業をちょっとやっていきたいと思います。なんか説明書見た限り、とても簡単にできそうなので、早速やっていきたいと思います。ちなみに今は車内で自作で作ったキャンピングカーとなっています。初めてご覧になる方、ぜひ過去動画もご覧になってください。キャンピングカーを一から作っていくような内容になってます。ということで、早速自動ラップ式トイレのカセットフィルム交換していこうと思います。車内こんな感じですね。で、早速トイレの方を見てもらいたいと思います。トイレの電気をつけます。電源入れると、こんな感じで。入り口と手を洗うシンクですね。電気がつきます。でトイレの中の電気について、自動ラップ式トイレの電源が作動します。中に入っていきます。はい、こんな感じでトイレ設置してます。この辺はまだ仮なんですけど、換気扇のダクトとかがありますね。こんな感じで設置してます。で、早速ですね、交換作業をやっていきます。まず開けるとですね、こんな感じでフィルムにストップという文字が出てきてます。60回ぐらい使ったらこれが出てくるということで、出てきたら交換作業をしてくださいということだったので交換していきます。はい、早速やっていきます。まずはこのフィルム送りボタンを押して、残ったフィルムをすべて下の方に出すという作業があるそうです。早速やっていきます。押しっぱなしで出ていくみたいです。こんな感じで、これちょっと見たらわかると思うんですけど、こんな感じで今下に出てきてます。ストップのマークが出た後も残り4、5回は使えそうですね。今でどれぐらいの長さか覚えておいてもいいかもしれないですね。だってこれもう結構長いんですよ、ほら。こんなに長くする必要あるかっていうぐらい長い。あ、出た。出ましたね。こういうことか。はい、出し切りましたよ。これエラーの表示させる必要ないんだけどな。で、これだけの袋、多すぎじゃね？これちょっと見てほしいんですけど、ストップのマークが出てからですよ。ほら、これだけ無駄に長い必要あるのかっていうぐらい。これストップが出て、多分、相当使えますよ。5回ぐらいは使えますね。はい、こんな感じで、かなり長いフィルムを捨てることになるから、次からはストップが出て、4回ぐらいは使えるってことですね。ただ、怖い人はね、最後足りなくなっちゃうとあれなんで、ちょっと早めに交換した方がいいってことか。はい、こんな感じです。で、次がですね、電源プラグをコンセントから抜くそうです。抜いてみますね。よいしょ。はい、ということで、プラグ、コンセント抜きました。次がですね、受け板ごと便座と止水カバーを取り外すそうです。ちょっとわかりづらいと思うんですけど、ここちょっと手すりを上げてやろうかな。見えづらいとこあるかな。トイレのいいところはね、手すりも上がるんですよね。こんな感じで。広くなる。で、受け板ごと便座と止水カバーを取り外すということですね。受け板っていうのは多分、この部分ですね。この部分の板のことですね。これすぐ取れるようになっているので、これを取り外すということです。こんな感じですね。はい、取り外しました。簡単ですね。めちゃくちゃ簡単。で、次がですね、空になったフィルムカセットの容器を抜き取るということで、これですね。これが空になった容器ということです。これはもう抜き取って捨てていいものになります。で、取り外したらこのような状態になります。次がこちらになります。はい、こちらが新しいフィルムカセットになります。で、新しいものはですね、環境負荷の低減を目的とした使い捨てプラスチック削減の一環として、この度フィルムカセットの蓋、容器の材質をプラスチックから環境に優しい、リサイクル材へ変更したということです。なのでこのようなちょっとした段ボールみたいな感じになってますね。はい、こちらでやっていきます。で、次がフィルムカセットについているクロスを取り外すということです。これですね。これを取り外すということです。はい、外しました。で、次がここなんですけども、ですね、ここ、ちょっと押すと、
こんな感じでこれが動くんですけど、ちょっと押して動かした部分の中ですね、フィルムを熱圧縮するヒーターの部分だそうです。ここをですね、これで拭いてくださいっていう風に説明書きがあります。ちょっと拭いていきます。こんな感じで、ちょっと間を拭いていくだけだと思います。はい、拭き取りました。はい、一応拭いたことになってると思います。はい、次がですね、この新しいフィルムカセットの後ろと書かれている部分を背もたれ側にしてですね、ラップユニット鍵盤に載せるということです。はい、早速やっていきます。はい、後ろの表示を背もたれ側にして載せていくということですね。これだけでいいかと思います。はい、こんな感じです。はい、乗りました。で、次がですね、フィルムをセットするときにこのようなものを使うみたいです。で、これは付属されています。これを使って取り付けていくそうです。こちらの器具をここに差し込むそうです。で、差し込むときには、ここですね、両サイドのこの部分がここに、当たるまで差し込むそうです。はい、じゃあ押し込んでいきます。あ、もう全然簡単ですね。ここまで押し込めました。はい、ここまで差し込んだら、あとはこれを垂直に抜くそうです。抜きました。これだけですね。はい、終わりました。はい、次がですね、両サイドのテープを外して真上に持ち上げるそうです。はい、こんな感じですね。もうなぜか外れてたんですけど、本来はこれを剥がさないと取れないんだと思います。はい、取りました。で、蓋を取りました。蓋を取ったらですね、この部分とこの部分がローラーに挟まれていることを確認してくださいということです。このフィルムがローラーに挟まれていないといけないみたいですけど、きちんと挟まれてます。挟まれていない場合はセットし直すそうです。今回はきちんと挟まっているので OK です。次が一番最初に外した大きいやつですね。便座カバーと止水カバーというものがついている受け板。これをそのままつけていくそうです。これをもう上からかぶせるだけですね。こんな感じでセットしていきます。はい、つけました。で、便座を上から押してガタつきがないことを確認してくださいということです。はい、ないですね。綺麗にはまってます。次は便座を開けて、止水カバーがちゃんとこの溝にはまってるかどうかを確認してくださいということです。こんな感じでいいんでしょうね。はい、OK ですよ。はい、これで取り付け作業は終了ですね。あとはコンセントを挿して電源を入れてみます。で、電源ランプがついてますね。はい、これで電源ランプはついてるので、使用できるかと思います。はい、次にこの作動ボタンを1秒間長押しして、初期設定を行うということです。やっていきます。はい、これで90秒ですね。初期設定が行われるそうです。はい、こんな感じで、90秒待っていきます。はい、これで初期設定が完了して、使用できる状態になったということです。簡単。で、今の初期設定で下に切り離された、これですね。はい、1個目のものが、切り離されましたね。これでも使えるようになっているということです。はい、ということで、すべての作業が完了して、使用できる状態になったということですね。はい、ということで、今回はですね、ラップ式トイレのフィルムカセットの交換ですね。無事交換することができました。説明書見ながらだとかなり簡単ですね。うまくいってよかったです。過去動画でこちらの僕の使ってるラップ式トイレ、介護用のトイレでアンジュという商品なんですけども、ラップポンよりちょっと値段も安くて、手すりとかもついててめちゃくちゃ頑丈だったので、こちらを購入してみました。過去動画とかに設置した時の状況や、こちらの商品の詳しい詳細を説明している動画もありますので、よければ過去動画もご覧になってください。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。